皆さんこんにちは。ジャストフィットのお手伝い FS ランニング代表シューズアドバイザー藤原です。今回はミズノの新シリーズハイパーワープのピュア、エリート、プロ、この3足を実際に同じ条件で履き比べてきました。ミズノがリベリオンシリーズで挑戦したロッカーと動作の固定感によるスーパーシューズのアシスト路線から一体どう変わったのか、そしてこの3足はどんな特徴があってどんなランナーのどんなシーンにはまるのか、今回は徹底比較レビューをしたいと思います。本当3足とも全然キャラが違いますよ。では早速始めていきましょう。結論を先に言ってしまうと、3モデルで現状私に最もハマったのはハイパーワープエリート。設置時の自然さ、その安定感がまずいい。そして直後に来る反発はまさに自分の動きとリンク同期して足抜けが自然かつ助力感を感じるシューズだからです。2月の大阪マラソンではこれを履いて自己ベストを出します。ただ実はピュアも捨てきれない候補ではあります。このシューズのかかとの厚み、スタックハイトは 34.5mm で、これ薄底でも厚底でもない、私が最近よく言っている未来のスーパーシューズ系ネオレーシングフラットそのものなんですよね。薄底の操作性×厚底の反発が同居したこのシューズも私が待ち望んでいたモデル。そしてプロはどうなのか、こちらは市民ランナーの皆さんのホームの課題によってはベストチョイスになる可能性がありますよ。では3モデルがどんなランナーに合うのか、より解説を細かくしていきたいと思います。走りのタイプで合うモデルが完全に分かれるはずです。まずはハイパーワーププロ、リベリオンシリーズからの継続コンセプト、そしてこのシューズのある種の固定感、スムーズスピードアシストはフルレングスの水のエナジー XP フォーム、そしてカーボン強化ナイロンプレートとセットで中足部付近に剛性感を作り、ふくらはぎの負担を減らすとともにスパイクのような強い前方方向への押し出し構造で独特の設置安定感を作り出していますよね。特にロングディスタンスでこの設置安定感は一定のリズムを生み出す感覚、進行方向へのスムーズさにつながる可能性が間違いなくありますよね。私のデータでも体の剛性要素 LSS はもちろん高く VO も高めで、このシューズの違う側面、クッション性の高さも感じますが、他の2品番よりも設置時間はやや長く、これはつまりまさに乗せてもらう走りを生み出す構造と言えますよね。総合スコアのランニングエフェクティブネスはハイスコアで、動きの固定感による私にも助力効果が出ていました。足首周りを動かして足を送るような忙しい動作で小さな出力で走ろうとするランナーの動きを最適化、動作の持続性を高めることができそうです。ヒールストライク気味とか、レース交換体幹がぶれやすいとか、ストライドを自然に伸ばしたいとか、フルマラソンであればサブ3からサブ 3.5 前後のランナーで、そういったニーズがあるランナーにはまりそうですね。結局動きを楽にしてくれる固定感と動きの自由感がなくなる固定感、その二面性を持つシューズは私もそうなんですけど、特にスピードが上がるともっと操作性自由感が欲しい感じなんです。私と同じようにそういうニーズが少ない市民ランナーであれば、レースデーには動きの自由感を選ぶこともありかもしれません。スムーズスピードアシスト非搭載で
その自由度が高いハイパーワープピュアは 3D 形状のフルレングスカーボンプレートスムーズスピードプレートを搭載。そして新素材フルレングスの水のエナジー XP ライトウェイトバージョンとセットで、このモデル反発弾性と着地時のその構成が高い、まさにザ・スタンダードスーパーシューズという形容がぴったりのモデルというわけです。ミズノでこれを待っていたと思うランナーも少なくないでしょう。またこのシューズインソールレスと踏み込んだ引き算で 137g の軽量性が売りで、そちらに目が奪われがちですが、冒頭でもお話ししたように 34.5mm 厚のソール、ここがこのシューズの大きなミソポイントになると言ってもいいでしょう。もしかしたら私たちはスーパーシューズの進化を今このシューズを前に目の当たりにしているのかもしれません。ソールスタックハイトに関する複数のバイオメカニクスの研究では、反発は 40mm が最大のものの、設置安定性と反応の速度は中圧底の30から 35mm の付近が有利という結果が出ています。つまり 34.5mm 厚のソールはそのど真ん中というわけです。まさにネオレーシングフラット。実は各社 40mm を下回るスタックハイトのスーパーシューズ、セミスーパーシューズが散見し始めています。まさにその潮流をミズノも推し進めたというわけです。ちなみに違う日にこのシューズで 200m を走った時にはやはり反応が良く 1.91m のストライド、168ミリセコンドの設置時間と見たことがないスコアが出たんですよね。私のこのシューズのこの日のデータもストライドは最大になっていて、ピッチも安定、薄底レーシングを思わせる足さばきの良さでとても履きやすかったです。ただ私の場合は LSS と VO のバランス感が3足の中で劣りました。ストライドが広がってピッチも出しやすいというメリットに反するように剛性の少なさがあって、ロングディスタンスでは未知数、私の体がマネージメントできるショートディスタンス向きという感じはこのデータからも見えてきました。ただ感触は理想形、ハーフマラソンで使ってみてフルマラソンで使えるかどうか判断していきたいと思います。結局この反発の軽快感、着地時の応答の速さでピッチが自然に上がる感じは、駅伝などショートディスタンスでの用途はもちろんですが、フルマラソンであれば同じくサブ3からサブ 3.5 ぐらいのタイムを目指す、ピッチ走法など足の回転で進む、リズムが一定、薄底の操作感が好きというランナーにピュアがフィットしそうです。城西大学の金子選手も厚底は苦手だけどピュアはしっくりくると言っていましたが、まさにそれ。また私は LSS と VO のバランスが落ちましたが、そこをカバーできるランナーであればピュアが最も素材の反発安性をもらえるモデルであることは間違いないでしょう。ストライドが最大になった私のデータを見てもそれは見て取れますね。ちなみに個人差があると思いますが、ピュアは他の2足と比べてレングスが少し短い気がしますので、ぜひ前後サイズをお確かめを。そして最後にハイパーワープエリート 38mm のスタックハイトはピュアがネオレーシングフラットならば、エリートは現状のスーパーシューズの最適解。スタックハイトが34から 38mm がエコノミーがピークという研究もあり、40mm よりちょっと薄めという設定で反発弾性要素もギリギリ使いつつ設置感も同調させた反発弾性と設置感のバランス型モデル、それがエリートです。スペックにもそれが現れていて、水のエナジー XP ライトウェイトバージョンを上層に、下層は従来の水のエナジー XP という反発と
設置安定感のバランス構造になっています。そしてカーボンプレートがそれを自然に後押しする感じですね。ストライドパワーメーターのデータでもそれは顕著に現れていて、ストライド長が 1.65 から 1.71 メートルと高めで安定。 LSS という地面反力効率である合成感は 9.8 から 9.9 とマックス。 VO とのバランスも良く、まさに楽に推進方向に進んでいる状態を作り出しているスコアでした。また総合スコアのランニングエフェクティブネスもハイスコアと、つまり自分の足で押した力がそのまま前に抜けてるような構造。ファーストインプレッションから私の動きへの同調感はこのシューズがベストでしたね。ストライド型のランナーで、ただプロほどの固定感ではない設置に安定感を求めるランナーにぴったりなモデル。違う言い方をすればオーソドックスなスーパーシューズが欲しいランナーならこのモデルでしょうね。ヤクルト高久選手もこの安定感が気に入ったと語っていました。実はこのシューズのプロトタイプを大学生の夏合宿期間中に私も内緒で履かせてもらったのですが、その時足入れをしただけでも一目惚れしたモデルでもあります。発表イベントで GMO 島津選手が履いただけで走れる感覚が分かる時があると言っていましたが、私もまさにそうでした。今のところこのシューズで大阪マラソンで自己ベストを出します。大阪マラソンでサブ 3.5 を目指すジョシュ・エリカはエリートが好み。他ブランドのスーパーシューズと比べて安定感を感じることができたそう。そしてフィット感も良く、女性ランナーにもおすすめだとか。ぜひご参考あれ。個人的に感じたのはリベリオンシリーズでは足首の動きをシューズが決めすぎたということです。ランナー力が高いアスリートは自由度と微調整が必須なので合う人が限られたのかもしれません。反面それをメリットに感じた市民ランナー層には支持が高かったという側面もあったわけです。また引き続き動きの自由度を求めるランナーでもペースランなど動きの固定化があってもいいシチュエーションではニーズがありと言えそうですね。今回ミズノはこの3モデルを発表することで新しい段階に進んだと言ってもいいでしょう。そんなミズノの本気、今回のハイパーワープシリーズは反発高め、動きの自由度高めのネオレーシングフラットスタイルのピュア、反発と接地の同期型安定要素が高いミズノ新看板スーパーシューズエリート、スムーズスピードアシストでの知見を結集、市民ランナーの味方プロ、まさに高い設定のタイムを狙う市民ランナー全体に刺さるそれぞれが強いキャラを持っています。もちろんショートディスタンスの駅伝やロードレースだともっとハマる層は増えていきますよね。ぜひご自身の求めるニーズはどのキャラがハマるのか、まずは足入れをしてほしいですね。この動画が面白いと思っていただいた方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。シューズアドバイザー藤原でした。シューズの詳細は FS ランニングシューズガイド2025-26もご覧ください。シューズ選び、サイズ選び、その使い方のコツ、自分に合うシューズを探したい方、FS ランニング平塚オフィスにてシューズ選びのコンサルを随時開催しております。ぜひこちらも一度ご参加ください。サタデーナイト独り言ライブ配信中。月4回の視聴で月々たった690円。 YouTube メンバーシップ募集中です。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。シューズアドバイザー藤原でした。